ロスト&ファウンドの北山です。ロスト&ファウンドは忘れられてしまった大切なものが見つかる場所です。長く愛用できる日用品を数多く取り扱っております。本日ご紹介させていただくのは、ロスト&ファウンドで取り扱っているコーヒー関連のグッズ、コーヒーの道具たちをご紹介させていただきたいなと思います。意外とあんまりフォーカスされてないんですけれども、これだけ道具としては使えるようなものがいろいろとございますので、保存するところから、飲むところまで、ちょっと一連の流れに沿ってですねご紹介させていただけたらなと思います。じゃあまず最初なんですけれども、コーヒー豆を買った時って今大概上にジッパーがついた、袋に入ってたりするものが多いんですけれども、ちょっとそれだと味気ないですよねっていう時に、ご紹介したいのがこの小泉ガラス製作所の、試験瓶であったり、試薬品の保存する瓶ですね、そういったものをですねちょっとご紹介したくて、っていうのはこの蓋のところがですねすりガラスになってまして、密閉度というか、それだけ密閉されるような仕組みになっているんですね。なのでコーヒー豆なんか入れた時に酸化を防ぐ意味でもこういった、加工があるものがおすすめかななんて思ったりして、ちょっとご紹介させていただく。もちろんこういったキャニスター的なものでもいいかとは思うんですけれども、やっぱりできるだけ密閉して酸化を防いだ方がいいのかなといったところで、この2つでちょっと豆を入れてですね、なんならテーブルの上に飾っておいていただくと、それはそれで味になるんじゃないかなという感じでご紹介になります。で実際にこの豆をですね、今度メジャーですくっていくんですけれども、我々取り扱っているのがこの、高桑金属さんで、作っていただいている、コーヒーメジャー、これ 10g、 1杯 10g なので、だいたいこれ1杯入れると1杯入れると1杯分になってます。で柄の長いタイプと短いタイプとありますので、こういった形でちょっと奥行きのある瓶なんかは長いもので、奥行きがなかったり、なんなら袋詰めのものであったらショートのタイプでもいいのかなというふうに思います。でもう一つのブランドで、スカンジナビスクヘモスロイドという非常に覚えにくいブランド名なんですけども、スウェーデンのブランドで、職人さんがこれ全部手彫りで、削り出しでですね作っている、すごい温かみのある、メジャーになります。なんていうんですかね、高桑と比べるとどうしてもその正確性っていったところはないかと思うんですけれども、ちょっと引っ掛けておいていただいたりすることで、非常に佇まいのいい、メジャーもありますので、どちらかお好きなスタイルのものをお選びいただけたらなと思います。でやっぱりコーヒー飲む際一番大切なのってやっぱりミルなのかなというところが、どういう本を見ても、番組を見ても言ってらっしゃるところが多いかなと。で今回紹介させていただくのがこの傾向性の高いですねポーレックスの、ミルと、あとイタリアなんですけれどもトレスペードというですねブランドのミルになってます。で決定的に違うのが、もちろんポーレックス皆さんご存知の通りメイドインジャパンのものになるんですけども、中セラミックなんですよね。なので金属的な味がつかなかったり洗いやすかったりといったところが非常に、好評というか、そういったところですね。あとやっぱり傾向性が高い分やっぱり削るタイミングはですねちょっとだけ安定感に欠けるところはあります。でそういった意味で言うとこのトレスペード、本当に家で、コーヒーを飲む場合はですねこれぐらい安定したもので削っていただくのもですね一つなのかなと思います。でこれはですね削る刃のところが鉄製になっているので、ちょっとなんですか、削りやすいことはあるんですけれども、もしかすると味に敏感な方はちょっと鉄の味というかそういったものが気になる場合もあるかなというふうに思います。ちょっと2つでここで、粉状にしたものをですね受け止めていただくのがこの If You Care というブランド、環境に配慮したブランドなんですけれども、このフィルターもですね
漂白剤を使う、白いフィルター結構あると思うんですけど、やっぱ紙って漂白して白くしてるので、そういったものを使わずに、なんなら使った後、土地に地面に帰っていくというか、土に帰っていくような素材といったところで我々おすすめしてます。2杯用と、ちょっと大きめの3杯から4杯、作れるものということでご案内2タイプしてます。でそれをですね受け止めてくれるのが、佐藤金属工業さんで作っていただいているポポロの、ドリッパーですね。このドリッパーちょっと面白いのがですね、一番最初の YouTube の紹介の時に紹介させていただいたホヤポットであったりビーカーですね、ここら辺がですねこうシンデレラフィットですね、全然違うブランドなんですけども完全にフィットしてくるんで、ここら辺本当に助かるなというところで、今回こう紹介する上ですごいすっきりしたポイントでした。でこれで受け止めて、ドリップをしていく道具というのが今度ポットになりますね。最近ですとこういった1杯用2杯用みたいな小さいポットもあったりします。お湯を入れて、ピンポイントでこう豆に当てていくタイプのものですね。ある意味こうプロ仕様とまでは言わないですけれども、本当にこだわって美味しいコーヒーを念入りに入れたい方向けのアイテムだったりしますが、ちょっと私なんかはちょっとずさんというか大雑把なので、もっと何ですかね、多めにというかどんどん継げるような、こういったタイプのものを使ったりもしております。でこちらがですね月うさぎ印の、ポットになってまして、両方とも 700ml このサイズですねなんですけれども、ステンレスと、ホーローのところで、出口のところですね、この出口がちょっと形が違っているんですね。これステンレスの方がおそらくこうピンポイントで当てやすいんじゃないかなと思います。でホーローの方はもうちょいドボドボ出るようなスタイルかなというふうに思います。大きめの 1.2 リットルのサイズもご用意している。色も各色ありますので、ぜひご覧いただければなと思います。で最後はこのビーカーに開けたものを、月うさぎ印のホーローのカップで、飲んでいきたいなと思っております。これはですね、下の我々お店の下にですねショールームがありまして、そこにキッチンを併設してるんですけれども、そのキッチンでちょっとこれから実際にコーヒーを入れて、飲んでみたいと思いますので、そちらの方に移動させていただきます。ではありがとうございました。はい、それでは先ほどご紹介させていただいた道具を使ってですね、実際にコーヒーちょっと入れていきたいと思います。先ほどわーっていっぱい並んでたんですけども、各カテゴリーから一つずつちょっとピックアップをしまして、作っていきたいと思います。はい、まずはですね、先ほどの、キャニスターですね、からコーヒー豆をちょっと入れさせていただいて、実際にコーヒー豆をひいていきたいと思います。中身このような感じでなってますので、メジャースプーンを使って入れていきます。先ほどちょっと測ったところ、このメジャースプーン1杯で 5g ぐらいだったので、1杯分として、2杯、入れていきたいと思います。はい、入れるとだいたいこの内側の線ぐらいですかねになると思います。これでだいたい1杯分と考えていただいてよろしいかなと思います。はい、そしたら蓋を閉めてハンドルを装着します。はい、で回していきます。しっかりこの受けとミルの部分がくっついてますので、しっかりとこう握っていただいて回す感じですね。音もそうなんですけども、感触もすごいなんか滑らかに豆を砕いているような印象を受けますね。先ほどあった、トレスペードのイタリアのものはもう少しなんていうんですかね、荒々しいというか、鉄でゴリゴリ削ってますみたいな印象なんですけれども、これはどちらかというと滑らかに、引いてるという感じの印象を受けますね。だいぶ少なくなってきた。最後ちょっと叩いてあげると中で詰まってる豆を
出すことができるので、はい、でもう軽くなりましたら、中に豆がない感じになってます。引き終わりました。でその上にあった豆が今度下の方にですね、溜まってますので、これで、コーヒーを入れていきたいと思います。あらかじめ、先ほどの、ペーパー入れております。イフユケアのペーパーですね、入れておりますので、この中にコーヒーを入れていきます。こんな感じです。できるだけ平らにした方がいいということなので、ちょっとトントンと叩いてコーヒーの面をフラットにしていきます。で実際にちょっとだけお湯を垂らしていきます。最初に蒸らすっていう、ところですね。豆ってこうちょっと蒸れるとふわっと香りだったり色味が出てくるので、だいたい2、30秒、蒸らしをしていきたいと思います。多分うまい方はですね、ちょっとだけ足していって、なんていうんですかね、全体的にムラなくできるんでしょうけど、ちょっと私はど素人ですので、そこはご愛嬌ということでお許しいただければなと思います。で結構この紙のフィルターのところに水がちょっと上の方まで、浸透してきたぐらいでいいのかなとは思いますけれども、はいはい、では実際に、コーヒー、落としていきたいと思います。でこの月うさぎのポットなんですけれども、やっぱりですね、ホーローってどうしても熱伝導が非常にいいので、今持ってるハンドルグリップのところもちょっとやっぱ熱くなってます。で蓋の方はより熱がこもってるので、温度が高くなりますので、持つ際は注意していただけたらなと思います。いろいろな方の話を聞くと、このドリップする時のこの水の出方をできるだけ細くしてドリップするといいというふうに伺うんですけれども、そんなにうまくできないですよね。だいたい1杯100から150ミリリットルでしょうか。今ちょっとビーカーにメモリがないので、だいたいの感覚で今やっている感じです。で実際今こちらにお湯を入れてるのは、これ先ほどの月うさぎの、1.2 リットルのタイプを使ってます。で800グラムぐらいの800ミリリットルぐらいの水を入れると、結構角度をちょっと傾けるだけでお湯が出てきますので、少ないとやっぱりどうしてもかなり傾けなければならなくなりますので、できるだけちょっと多めに入れてドリップしやすくされた方が、おそらく初心者の方は落としやすいんじゃないかなというふうに思いますね。ちょっと足りなそうですね。もうちょいハンドリップ入れます。下手っぴですね。いいんです。それぐらいで。素人ですから。でもちろん濃いのが好きな方はちょっと量少なくすれば濃くなりますし、これ今ビーカーでやってるので色が分かりやすいんですけれども、こう見た感じかなり深煎りの豆を使ってるっていうこともありますけれども、かなり濃いめのコーヒー出てますよっていう色をしてますね。はい、せっかくなので今入れた最後まで落としきってしまいたいと思います。はい、持ちきりましたね。どうでしょうかね。わかりますかね。ちょっと白さわからないですね。ちょっと濃いめに上がってると思います。カップの方に入れていきます。
ちょうど1杯分ってとこでしょうかね。はい、このような感じで入ってます。せっかくですのでちょっと味見させていただきます。いただきます。ちょうどいい香ばしさと苦みが言ってきているので、成功だったんじゃないでしょうか。はい、ぜひ皆様も朝忙しいと思うんですけれども、ちょっとだけ早起きしていただいて、今の時間ぐらいで1杯飲めますので、ゆっくりと入れてちょっと精神統一を図って、仕事の方に、向かうというひとときを作っていただけたらと思います。はい、今日はコーヒーの道具とですね、ちょっとコーヒーの入れたらどういう感じなんだろうといったところを見ていただく、動画になりました。今回の道具もですね、オンラインショップもそうですし、店舗の方でも販売させていただいておりますので、ぜひ、皆様お立ち寄り、ご覧いただけたらと思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。